どうも、明智ピロシキです。カマランパです。お願いします。今回解説するキャラクターは、バビロン盗賊団、ジェット、ウェーブ、ストームです。おお、3人揃っての紹介ってことですか？はい。なるほど。今回はチーム単位で紹介していきたいと思います。はい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 。ビジュアルの良さ見てください。かっこいい。スタイリッシュですよね。いいね。うん。ファンからは根強い人気を誇る彼らなんですが、直近15年以上目立った出番がありませんでした。あ、そうなんだ。しかしこの度、最新作ソニックレーシングクロスワールドで久々の参戦が決定。おお。キービジュアルにジェットが描かれるなど制作側もプッシュしているようで、はい今再び注目を集めているとういうーん。ことなんですね。はいはいはい。このビジュアルで出番がない。いや、確かに15年もはい。ああ、もったいないことしてたね。悲しい歴史があったんです。なるほど。今回の動画ではそんなバビロン盗賊団についてどこよりも詳しく解説します。ビジュアルだけでも人気な彼らなんですが、うんキャラクター性も独自の味わい深さがあり、実はシリーズ屈指の壮大なストーリーが描かれていたりと、知れば知るほど面白いキャラになっています。今回はバビロン盗賊団のここが美味しいポイントをたっぷりお伝えできればと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。はい。我々あけたまチャンネルではソニックがもっと面白くなるをテーマに、ソニック歴20年以上のオタクが解説考察ゲーム実況などいろいろ投稿しております。ソニックに興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。今回はいつもと違ってチームまとめての解説ということになりますので、うんちょっと順番を工夫してます。はいはいはまずはじめにチーム概要。い。うん。そもそもバビロン盗賊団とは何かを解説します。はいはいはい。その後で盗賊団メンバーのキャラ設定を一人ずつ個別に紹介します。うん。最後にストーリーを解説する流れでいきます。なるほど。それではまずはじめにバビロン盗賊団とは何かから紹介していこうと思います。はい、お願いします。バビロン盗賊団とは、うん。団長のジェット、メカニックのウェーブ、力自慢のストーム、3人からなるプロの盗賊チームです。おお。とある伝説にて、遥か昔に存在した大盗賊団としてその名が語られており、うん規模こそだいぶ小さくなってますが、時代を超えて現代まで受け継がれている由緒ある盗賊団なんですね。へえ。じゃあ、由緒正しき盗賊団で今3人でやってるよってチーム。そういうことです。ああ、だいぶ縮小したね、じゃあ。はい、盗賊団って言ってるんですけど、うん3人になっちゃったんですね。そうなんだ。この伝説についての詳しい話は後半のストーリーで解説しようと思います。はい。でソニックシリーズあるあるで、うん3人1組にチーム〇〇という呼び名が当てがわれることありますよね。はいはいはい。チームダーク、うん。チームローズ。うんうん。この前のカオティクスもそうですかね。そうですね。うんうん。で実際ジェットたちも単にチームバビロンと呼ばれることもあります。はいはいはい。まあこれはあくまでジェットたち3人のチーム名なので、うん。チームバビロンイコールバビロン盗賊団ではないです。ああ、そういうことか。ニアイコールですね。バビはいはい。ロン盗賊団はもっと歴史があるいろんな人たちがいた中で今ジェットたちってことなので、なるほど。はい、ここイコールじゃないんだぞっていうのは一応補足としてお話ししておきました。ああ、了解です。初登場は2006年発売のゲームソニックライダーズ。うん。ライバルチームとしてソニックたちと熱いレースを繰り広げただけではなく、伝説の財宝をめぐるストーリーの中心を担いました。以降ライダーズシリーズの顔としてシューティングスターストーリー、うんフリーライダーズといった作品にも登場しています。うんうん。でバビロン盗賊団を語る上で外せないのがエクストリームギアですね。ああ、はいはいはい。ソニックライダーズシリーズに登場する宙に浮くボード上の乗り物です。うん。風の道タービュランスというものを発生させて、波に乗るようにそれにこう乗って加速をしていくので、ええ。風の力を利用することが特徴の乗り物になってます。かっこいい。なんうんか、そういうのもスタイリッシュですね。そうですよ。見た目がめちゃめちゃかっこいい。なるほど。はい。盗賊団の団員は代々エクストリームギアの使い手とされており、うん。当然現メンバー3人もギア使いとしての才能は折り紙付きになってます。うん。ギアに乗って世界中を飛び回り、集めたり盗んだりした財宝やら貴重な品やらを売ったお金で暮らしてます。はいはいはい。 ITW のコミック版のみでの描写になるんですが、うん他人から依頼を受けて盗みを働いて報酬をもらうこともあるようです。へえ。はい本当プロなんですよね。確かにね。うん、盗みのプロなんだ。うん、おお。そう聞くとなんか恐ろしい集団ですよね。そうだね。ん。悪い奴らです。なるほど。飛空艇を拠点としてまして、そこが家みたいなものですね。へえ。こんな見た目になってるんですけああ、ど、はいはいはい。なんかエッグマンの街みたいですね。そうだね、カラーリングも相まってエッグマンみたいなんだけど、うん鳥みたいな姿をしていて、ああ、確かに。かなり大規模な飛空艇になってるんですけど、うんこの中がもう本当に家みたいになっています。へえ、ここに3人暮らしてるんだ。うん、なるほど。またジェットたちは盗賊家業の傍ら各地で開かれているエクストリームギアのレース大会に参加することも少なくないようで、ほう。常に上位の成績を収めては賞金をかっさらっていくようですね。レーサーとしてもお金を稼いだりすることがある。そうですね。そう、なんか身元は割れてないんですかね、バビロン盗賊団って。そうだよね。ウォンテッドとかで張り出されてそうな気もしますけども、これレース大会とかに割と参加できちゃうような感じなんだ。もう普通に顔出しで参加してやってるみたいですね。
なるほどね。この辺はちょっと突っ込みたくなる気持ちもありますけれどもはいはいはいそういうことなんだという話です。なるほど。盗賊とレーサーの二足のわらじで制限を立てていると。いうことですね。おおさらいすると、バビロン盗賊団とはジェット、ウェーブ、ストームの3人からなる盗賊団です。はるか昔から歴史が受け継がれてきています。で全員がエクストリームギアの使い手です。で盗賊業の他にもレースで稼いでいると、ざっくりこういう理解で大丈夫かなと思います。なるほど、よくわかりました。で出演作について補足なんですが、このライダーズシリーズ以外ではマリオ&ソニックシリーズにジェットとウェーブが登場しています。そちらで見たことがある方もいるかもしれないですね。ここではストームは登場していない。そうなんですよね。そうなんだ。ストームはちょっとリストラというか省かれちゃった。はい。カオテックスでもね、ベクターだけ参戦とか確かにありますから。なんだろうね、この差はね。優遇されてるキャラがいるのか。チーム揃って参戦っていうのはなかなかかなわないですよね。なるほどな。でまたアメコミシリーズにも定期的に登場しておりまして、ナックルズやファングといったトレジャーハンターたちとお宝を奪い合ったり、世界の危機にはソニックたちと協力もしたりとたびたび活躍しています。なるほど。そうは言ってもライダーズシリーズが途絶えてからというもの15年出番に恵まれなかった彼らなんですけども、ついにソニックレーシングクロスワールドにてエクストリームギアを携えて3人揃って満を持しての再登場を果たします。3人とも出るんだ。来ました。なるほど。しかもエクストリームギアも持って。確かに。はい。これはでかいですよ。しかもトレーラー映像などでも結構フィーチャーされてまして、本作の目玉要素の一つといっても過言ではない扱いになってますね。なるほど。かなりスポット当たってる。はいはいはい。先日東京ジョイポリスで開催されましたソニックバースデー2025。あちらのイベントでですね、プロデューサーの飯塚さんも、今作はジェットたちが帰ってきますと声高らかに嬉しそうに語ってましたから。そうなんだ。飯塚さんにとっても思い入れのあるキャラクターですね。なるほどね。これには期待も高まりますよね。確かに。思う存分暴れ回ってほしいなと思います。一旦以上がバビロン盗賊団の概要でした。いただきました。続いてはバビロン盗賊団メンバーそれぞれのキャラクター設定について解説していきます。お願いします。1人目はジェットですね。フルネームはジェット・ザ・ホーク。種族はタカ。なるほど。男性14歳。例にもよって年齢設定は現在はもう公式からなくなってしまってるんですけど、ソニックライダーズ発売当時は14歳という設定になっていました。身長100センチ、体重33キロということで、標準、若干ソニックより軽いかなという感じですかね。バビロン盗賊団みんな鳥がモチーフなんですよね。そうか。でジェットなんですけど、過去作でビーン・ザ・ダイナマイトとか、スピーディー、マイナーキャラなんですけど、テイルス・アドベンチャーに登場しましたね。といった緑の鳥の先輩って実は結構いたんですよ。そうか。意外とね。ただモダンでは初ということで、もう今や緑の鳥キャラといえばジェット。確かに。筆頭格になりましたね。ビーン・スピーディーはもう涙目です。意外とそうか、先輩いるんだなっていう。なるほど。なぜ鳥キャラは緑なのか。確かに。いませんけど。今も緑の鳥といえばジェットと。なるほどですね。で目元の赤色がおしゃれです。確かにね。赤いなんか差し色が入ってるのか。これがめちゃめちゃおしゃれなわけなんですけど、実際の鷹の目元って別にこうなってないんですよね。そうか。キジ科の鳥とかこういう目元の鳥って存在するんですけど、鷹は別にキジじゃないので、なんでこういうデザインにしたのかはちょっとわからないんですが、全然鷹の目ではないですね。なるほどね。あと分かりにくいんですけど、バビロンの3人って腕のところに炎のような入れ墨があるんですよね。このちっちゃいやつ。ちっちゃいやつ。よく見ると全員あります。そうなんだ。分かりにくいね。こういうところもね、ちょっとおしゃれに気を使ってる感じがね。本当だ。なるほど。さりげなおしゃれなのね。なるほど。ゴーグルとかもつけてますしね。でちゃんとゴーグルをつけてるシーンもあります。ちゃんと目元に装着してるシーンもあると。してるシーンもありますね。なるほどね。立場としてはバビロン盗賊団の若き団長です。14歳って言ってたもんね。当時の設定だと思うけど、これで団長をやってたのがジェットってことか。そうですね。父親から団長の座を受け継いだという設定があるんですね。この父親本人は登場しないんですけど、飛空艇の部屋に写真が飾られています。団長が世襲制なのかどうかは不明なんですけど、一応ジェットは父親も団長だったと。なるほど。いうことですね。もう辞めちゃったんですかね、父親は。盗賊を引退してってことなのかな。その辺も設定はまだ明かされてないんですけれど、一応ジェットはそういうつながりで団長をやっています。なるほど。伝説の風使いの異名を持ってまして、めちゃめちゃかっこいい。めちゃめちゃかっこいい。ドラえもんのび太のくらいのこのキャッチコピーですよね。懐かしいやつ出てきたな。すごいな。フーコのやつ。
伝説の風使いって言われてんだよ。めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。風の流れを読む抜群のセンスを持ってまして、はいはいはい。エクストリームギアのテクニックは歴代ナンバーワンとうわ、すげえ。言われています。バビロン盗賊団の歴史上、歴代ナンバーワンと言われてるんですね。へー。ソニックチャンネルのキャラ紹介に特技はくしゃみ、そして馬掌線を使った攻撃と書かれてるんですけど、特技はくしゃみ。はい。どういうこと？どういうことなんだろうね。トリッキーすぎるな、これ。どういうことなんだろうね。ちょっと不思議なんですが、これ一応どちらもですね、ソニックライダーズの作品内で相手に妨害行為をするとき、攻撃アクションですね。するときに使用してたのが、ジェットはくしゃみと馬掌線という武器を使った攻撃だったんですね。はいはい。これがこのソニックチャンネルのキャラ紹介の元ネタだというか、その出典元だと思うんですけど、特技と表記されてるのはちょっとよくわからないですよね。ということ、ジェット側がくしゃみをすることで相手に妨害してるってこと？そうだね。なるほど。相手にくしゃみをさせるわけではなくて、こっちがしてるんだ。エスキより胡椒をかけるみたいなことではなく、ジェット側がくしゃみをして相手を驚かせて妨害したりだとか、そうなんだ。ということで一応くしゃみっていうアクションがありました。でそれがなぜかソニックチャンネルのキャラ紹介では特技として紹介されているので、よくわからない感じになってるんですが、本当に一応そういうことですよ。はいはい。出典としてはその辺なんじゃないかと。一応馬掌線を使った攻撃というのはですね、ジェットが持っている武器なんですけど、はいはい、大きいうちわみたいなこと。そうですね、うちわみたいになっていて、これで風を起こしたりだとか、直接斬撃攻撃をしたりだとかすることができるようで、ちょっとイラストだと分かりづらいんですが、羽の部分結構メタリックな質感になっているような描写もあります。そうなんだ。結構しっかり武器として使えるということですね。なるほどね。馬掌線というとね、西遊記、中国の小説ですよね、今登場するのが元ネタなんですけど、ちょっとその辺のつながりは定かではないですが、一応ジェットの羽とちょっと印象が重なる武器ということで選ばれたんでしょうね。好きなものは財宝、自分。はい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 。嫌いなものは自分よりも速いやつ、自分よりも自信家なやつ。めちゃめちゃプライド高いな。ということでね、かなり特徴的な回答をしております。確かに。はい。ソニックシリーズって速くて自信家なやつばっかりなんで、大変ですよ。大変だね。嫌いなやつしかいない。確かに。こんなやつばっかだよな。こんなやつばっかなんですよね。はい。好きな食べ物って明かされてないんですけど、IDW コミックでカルツォーネをダイジェストに食べているシーンがあるんですね。カルツォーネ、あんまり馴染みない食べ物ね。包みピザと呼ばれる、イタリア料理なんですけど、なぜかこのカルツォーネをですね、レンチンしてダイジェストに食べているという。好きなのかな。描かれてます。カルツォーネ。はい。そうなんだ。あんま馴染みないと。確かにね。ですけどね、これが今後生かされるのかどうか分かりませんが、そんなシーンはありました。なるほど。一人称、俺様。プライド高いな、ずっと。はい。プライドが高く負けず嫌い。で、目立ちたがり屋でかっこ悪い姿を他人に見せたくないというタイプですね。で、筋金入りの悪だと自分では思ってるらしい。これ公式文章です。ただですね、正直そこまで悪いやつかなっていうのが、明智的な感想なんですよね。そうなんだ。今まで盗賊とは言ってるので、アウトローなのは間違いないです。やってること自体は社会的に悪なんですけど、むやみな破壊行為とか暴力行為はしないんですよね。なるほど。人の道に外れた行為はしてない印象なので、筋金入りの悪というほどの悪なのかなという気はします。そういうことか。なるほどね。本人的にはそういうつもりなんでしょうね。リーダーとしてチームを引っ張っていこうという意識が高く、リーダーシップを発揮するんですが、わがままで強引な上に結構行き当たりばったりなところがあるので、リーダーとしてはまだまだ未熟で、懐の広いチームメンバーに救われているところもあると。なるほどね。ですね。まだだって若いもんね。リーダーになってからどのぐらい経ったのか分かんないんですけど、そうか。まだまだ未熟なところが多いように、見えますね。ゲーム中の描写とか見てても。なるほど。仲間たちに悪態をついたりすることもあるんですけど、彼らの実力を誰よりも評価して信頼してるのもジェットなんですよね。これは意外なところというか、なんだかんだで慕われてます。なるほど。団長だからっていうよりはジェットだからみたいな感じで仲間たちはついてきてるように見えますね。いいね。根がいいやつってのがなんとなく浸透してんのかな。感じるところがあるんでしょうね。なるほど。世界中のお宝を集めて回ってるんですが、金にならなそうなものには興味がないようなんですね。例えばゲーム中にこんなシーンがあります。古代の超テクノロジーが手に入るかもとなった時に、ピンときてなくてですね。ジェットは。なんだ金目のものじゃないな、興味はない。感じでめちゃめちゃやる気なくすんですよ。そうなんだ。
まあ、興味があるのはあくまでお金と名声うんということですね。はいはいまあはい。名声というか人気、うん。目立ちたがり屋でちやほやされたいみたいななるほど。はい感じなんですよ。は世界を支配したいとかじゃなくて、うんとりあえずちやほやされてみたいないはい。感じなんで、ああ、若いな。まあ、良くも悪くも分かりやすい欲望に忠実な男だと思ってください。なるほど。はいうんでスピード勝負に熱くなるあまり目的を忘れがちなんですよね。うん。うん。レースに勝った方がお宝を総取りだ、総取りだよく言うんですよ。そうなんだ。そんなに数ないんだけどなみたいな時も総取りだって言うんで、はいはいはい。まあ、そんなことを言って勝手にソニックとの勝負にお宝をかけたりしちゃうんで、あーまあ、ウェーブに呆れられるんですね。あ、そうなんだ。お金が好きなことは確かなんですけど、うんうんまあ、レースとか冒険で熱くなること、うんまあ、自分のスピードを証明するということの方がジェット的には大事なんだということがまあ分かります。ああ、なるほど。レースに関しては正々堂々とした勝負を重んじてて小細工を嫌うんですよね。はいはい。そこは正々堂々してんだね。レースに関してはめちゃめちゃ正々堂々としてて負けず嫌いではあるが負けは素直に認めるとなるほど。いうことでね、うん。まあ、ソニックとお宝をかけた勝負に負けます、うん。ソニックはお宝に興味ないんで、うん。まあ、このお宝返すぜやつってこう返すんですよ。はいはいはそうするとジェットは俺は負けたんだってこう受け取ろうとしないんですい。ね。ああ、なるほど。はいまあ、勝負は勝負ということで、まあ、一度言ったことは曲げないっていうね、まあ、プライドを見せてるけど、はいはいはまあそんなところでウェーブがねいらないっていうならもらっときましょうよい。はい、いいキまあャラ。諌めてなるほど。まあ結局もらうということになるんですけど、はあはあはこの辺でもねこうジェットとウェーブの価値観の違いだったりとかジェットの人間らしさみたいなところがまあ見えるとあ。うん。いうことですね。なるほどね。プライドは高いけど歪んではないって感じだ。うんいいね。めちゃめちゃ実直なやつですね。なるほどな。でちょっとこれ余談なんですけど、うん。ソニックチャンネル、まあ、最近、公開されましたジェットの壁紙があるんですねあ。あ、はいはい。で壁紙には、ソニックチャンネルの早根智子さんというキャラクターのねコラムがうん毎回ついてるんですけど、はいはい。まあ、こちらにですねジェットについてこんなコメントがあります、勝利へのストイックな執念と自信は彼が背負うバビロン一族の歴史や誇り仲間との絆そして何より本人が持つ高いプライドによるものに違いありません。うん。びっくり。はいはいはい。早野智子さんがねうん熱く語ってくれてるんですけれども、うん。ここはですねちょっと明智的には若干反論したいところというかあれ早根智子さんに呼び引くのかお前許されねえだろ。はい許されないかちょっとこれはまあオタクとしてねうん意見を戦わせたいところなんですけど、はい。聞こうかとりあえず。はい、まあジェットってこう歴史あるバビロン盗賊団の団長ではあるんですけど、うん。その歴史の重みとかにあんま無頓着そうなんですよね、ああ、はいはいはい。良くも悪くもあんまり関心がなさそうというか、うん。バビロンの歴史だからみたいなことはやらないんですよ。はいはいはまあ、盗賊の血筋自分は盗賊なんだっていうことに誇りを感じてるっぽい描写もあるにはあるんですけど、うんまあ、変にプレッシャーを感じないで、うんなんかのびのび好きなことやってるみたいない。感じなので、はいはまあ、彼が背負うバビロン一族の歴史や誇りみたいな、い。うん。そこはどうなんだろうというのああ。がちょっとね思うところではあります。一族としての歴史や誇りっていうのにそんなに縛られてるような描写とかないというか、うんまあ、そこって強いモチベーションにはなってないのかもしれないなっていうのが明智の見解ってことね。そうだねなるほど。まあまあジェットという人間を見る上でこうバビロンの一族歴史誇り背負ってってほしいしはいはい。今後団長としてやっていく上で背負ってくれよって、うんまあ、ウェーブとか思うのかもしれないけど、うんうん現時点でのジェットはなんかそういう思いなさそうだななるほどとい。うのが、まあ、明智がジェットの生き様を見たうん上での感想なので、なるほどねはい、ちょっとそこは早根智子さんにねバッターをかけたいところです、はい一オタクの見解としてね、はい聞いていただければと思いますけど。もう完全に余談なのですいません長々喋っちゃいましたけど、なるほどね。はい、ということですね。はいはいはい。でライバル関係にあるのはソニックです、ああ、うん。はい、地上最速と呼ばれるソニックを強烈にライバル視してるわけですね。へえ。でエクストリームギアを使えば自分より速い者はいないって自負してるんで、うんまあ、最初はソニックを見下してます。へえ。翼がなければ風になれない、お前には地面がお似合いだと散々煽り散らかしてるんですめね。ちゃめちゃ煽ってるね。地上最速でとどまっておけと、おお。俺は空を支配するみたいなねはあはあことはあ。ですよね。なるほど。まあ、しかし、まあ、激しい真剣勝負の末にまあ敗れて、うんまあその実力を認めていきます、うんまあ、今ではもういいライバル関係になってるわけですね、うん。うん。でジェットとソニックといえばちょっと言っておきたいことがあって、ソニック呼ぶときうん。ソニック・ザ・ヘッジホッグフルネームで呼びがち。あ、珍しい。そうなんだ。これはねジェットならではの特徴ですね。ほうほう。ソニックを呼ぶときソニック・ザ・ヘッジホッグフルネームで言う、はい結構長いからみんな敬遠しがちだけどね。そうだねソニック・ザ・ヘッジホッグって言うんだ。そうだね。フルネームで呼びがち。ついにナックルズ・ザ・イキドだとか言わないんだけど、うんソニックだけなぜかフルネームで呼ぶというのがジェットのポイントです。ああ、なんなんだろうな、このこだわりは。ここはまあ覚えておいてくださいね。なるほど。はいでまあ、声優を務められているのは岸尾大輔さん、うん。ベテランの人気声優さんですね。はいはい。
岸尾さんのもうジェットの演技が大好きでして、おいいんですよね。ジェットにすごい合ってて、はいはジェットがよく言うセリフで、ぬるいぜっていうのがある。ぬるいぜ。ぬるいぜの言い方とかね、笑い方も特徴的で、っていうから入るね、この笑いね。笑い方ですね。はいはい、ちょっと大物っぽいのか小物っぽいのか微妙なラインのこのセリフをですね、岸尾さんがもう絶妙な演技でね、ジェットらしくね、演じてくれているので、そうなんだ。もう大好きです。はいはいはいクロスワールドでもね、続投してくれてるということなので、めちゃめちゃ嬉しいです。楽しみだね、聞くのが。なるほど。ということですね。以上がジェットの解説でした。はい、いただきました。じゃあ2人目、ウェーブですね。フルネームはウェーブ・ザ・スワロー。種族はツバメです。はいはいはい。女性18歳ですね。ちょっと年上だ。はい、4歳年上と。かなりお姉さんですよね。確かに。身長110センチ、体重は秘密。女性キャラは体重秘密にしがちっていうね。やつですね。これはウェーブも同じです。なるほど。で、見た目なんですけど、めちゃめちゃスタイリッシュです。確かに。もうライダーって感じです。かっこいいね。バンダナとか、サングラスも色入ってたりとかして、めちゃめちゃもう見た目がかっこいいなっていう印象がまずあると思います。で、頭の羽とか尻尾の羽が二股に分かれてるの、実際のツバメっぽい特徴になってまして、なるほど。ちゃんとこのモチーフになった動物の特徴も入っていて、で赤いペンダントをしてるんですけど、確かに。これはですね、ストーリー上だとなんかデバイスらしくて、ただのアクセサリーじゃなくて、ここから映像を出力したりとか、なんか通信端末、ここに着信が入ってくるみたいなこともしているので、何らかのデバイスらしいです。そうなんだ。で一応立場としては、エクストリームギアの改造から盗賊船の修理までこなすバビロン盗賊団のスーパーメカニック。メカニック担当なんだ。そうなんですよ。こんなイケイケのビジュアルで。情報解析、分析、作戦立案から提案までもこなす名参謀でもあるということで、盗賊として現場仕事をこなすジェットとストームの後ろです、作戦を立てたりすると。もちろん現場に一緒に同行するんですけど、基本的にそういう作戦を立てたりするのはウェーブの仕事だと。なるほど。ブレイン担当的な側面もあると。チームソニックでいうテイルスみたいな立ち位置ですよね。確かに。ウェーブの父親も盗賊団の所属だったらしく、メカニックだったらしいですよね。なるほど。彼も登場はしないんですけど、一応そういう風に語られてます。でギアに関する知識と経験はテイルスやエッグマンでさえも太刀打ちできないほどで、チューンナップはお手の物。バビロン盗賊団の使っているギアは全部ウェーブのカスタマイズしてます。そうなんだ。でその上レーサーとしても超一流なんで、自分もレースに参加して勝利をかっさらっていくとですね。かっこいいな。本当にプロフェッショナルな女性ですよね。確かに。で戦闘は専門じゃないんですけど、一応スパナとかの工具を使って敵を殴るというなるほど。武器に頼って戦っていくというね、スタイルを取ります。好きなものは財宝、メカの知識。嫌いなもの、頭の悪いやつ、どんくさいやつ。財宝好きなのはジェットと同じなんですけど、頭の悪いやつ、どんくさいやつ、嫌いですと。なるほど。この辺は結構強めに出してきますね、ウェーブは。なんだろう、ナックルズと相性悪そうだな。そうだね。ナックルズとはまず相性よくなさそう。そうだよね。あとビッグとかね。そうか。のんびりしてるやつもあんまり好きじゃなさそう。なるほど。という感じですよね。計算高く、沈着冷静。知識に関して自信に満ち溢れているため、自分の言うことを理解できないものや納得いかない事柄を一切認めない。そうと決めたらてこでも動かぬ意地っ張りな面もあると。なるほど。いうことで、基本的にはスマートなんですけど、自分の説明とかがあんま理解できないめんどくさいやつが出てくるとちょっとイライラしちゃうみたいなところもあったりとか、他の人の意見を聞けなくなっちゃう育児なところがあったりとか、いうのあるよねとですね。なるほどな。ただちょっとしたことなんですけど、一生のお願いをよく使うらしい。信用できねえな。なるほど。ゲーム中でこういうシーン1回しかないんですけど、そこでストームですね、ウェーブの一生のお願いは何回目かわからないからだみたいな何回も言ってんだ。言ってるので、なるほど。よく言ってるらしいですね。全然信用されてない。口が悪くて皮肉屋なところもあって、人を見下したような態度を取りがちですね。これは仲間に対してもでして、ジェットが難しい話を理解できないことを見越して、ジェット様の知能レベルに合わせて説明するとという枕言葉をね使ったりするんです。煽ってんな。煽ってますね。ジェットはぐぬぬってなりながら続けろ感じなんですけど。かわいいな、この関係性。ウェーブはジェット様と呼んで敬語で接します。確かに。年齢は4つも上なんですけどね。ジェットを団長として尊敬をしてるんですね。ただ頼りない弟のようにも感じており、ついつい口うるさく接
説教したりもするほということで、う。まあ、ジェットに至らないところがあるとついついこう説教モードになってしまって、うん。しかも説教モードになるとめちゃめちゃ早口になって周りが見えなくなるから気づいたらジェットいなくなってることもありますね。あ、そうなんだ。はい。まあ、ジェットへの尊敬って親世代から、まあ、団長と部下っていう関係が続いてるんで、あーまあ、そういう立場的なものもあるのかなと思うんですけど、うん。まあ、ウェーブかなり現実主義な性格なので、うんまあ、ジェットを心から信頼してるってことは、うんまあ、なんか長い付き合いの中で信頼するなんか話があったんだろうね。ああ、なるほど。うん、とりあえず従ってますみたいな感じじゃないんですよ。うん。もうかなりしっかり信頼してるっていう感じに見えるので、うん。まあ、何らかのエピソードがあったんじゃないかなと妄想してます。はあ。はい、なるほどね。そんな関係性になった、ジェット様と呼ぶようになったみたいなきっかけもどこかにあったんじゃないかってこととね。思います。なるほどな。待ってますね。そうだ、これはしっかりと語られてない。語られてない。なるほど。まあ、あとはね、ウェーブはもう本当メカオタク、まあ、テイルスと同じなんで、うん。まあ、自分の技術をつぎ込んだギアを最大限活かせる逸材なんてなかなかいないんですけど、あ、なるほど。まあ、ジェットは歴代ナンバーワンですから、ああ、そうか。ウェーブがどんだけ改造しようがチューンアップしようが乗りこなせちゃうという、ね、はいはいはいまあその点もジェットを信頼してるんじゃないかなと思います。なるほどね。で一方ストームですね、うん。まだちょっとストームの解説は詳しくしてないですけど、うんまあ、ウェーブが嫌いとしている、うん頭が悪くてどんくさいやつなんですよねあ、。ストームってそうなの。はいはいはい。だって結構ボロカスにストームに言いがちです。はでいがみ合いになります。あはただですね、まあ、腐れ縁で家族のような関係なので、うんまあ、ジェットが信頼を置いている相手でもありますし、うんうんまあ、ストームの、ね、ジェットへの忠誠心ってすごいものがあるんで、おあとまあパワーもすごいですから、うんまあ、その辺は認めてそうだなという感じですね。なるほどね。はいまあ、犬猿の中ではあるけど、うん。まあ、仲良くしとくかみたいなあ認めるところもあるしなうんっていう感じですよね、関係としては。なんかいいですよね。まあ確かに。バビロン盗賊団の3人、うん。なんか良さげな感じしてきましたよね。仲良し小良しって感じじゃなくて、お互いこう悪態もついたりするけども、心の奥底ではちゃんと信頼してる感じがうんこう示唆されてるというか、なんかビジネス。スパートナーってだけじゃなくて本当になんか幼馴染の腐れ縁で一緒にビジネスやってますみたいな、うんうんうんだからそんな感じを受けますよね。なるほどな。まあ、ジェットやストームって現場力はあるんですけど、まあ、そんな感じで頭脳の方は残念なので、まあウェーブは実質盗賊団の要と言っていい存在ですね。確かに重要だね。まあレーサーとしてはジェットが上ですけど、はいはいまあ盗賊団、まあ、作戦を立ててあれを盗んでとかやるのは、まあ、ウェーブなんだろうなと思います。なるほどね。でまあ、ウェーブ自身も私がしっかりしないとダメなんだから、うんまあ、半ば諦めながら責任を全うしている姿が見れます。確かにな。ウェーブの重要性が見て取れますね。そうなんですよねね。でまあジェットと違って宝のね歴史的価値だったり技術的価値にも関心があるようなので、あまあ、ジェットがたまにこう乱雑な扱いとかをするとちょっとヒヤヒヤしてるようあなーところもそうなんだありますね。はいはいはい。でライバル関係にあるのはテイルスです。おー。まあ、テイルスのことを優秀なメカニックとして認めてるんですよ。あ、そうなんだ。認めてるんですけど素直に口には出さないんですね。はあ。まあ、テイルスのセッティングしたボード、まあ、テイルスはギアには素人ですから、うんまあ、見よう見まねで一応セッティングしてるんですけど、うんまあ、それを見て本心では素人にしては悪くないわねを心の中で言ってんだけど、うん。こんなセッティングで勝てると思ってんのつってめちゃめちゃ煽り散らかして、はいはいはいでテイルスがいあ、悔しそうみたいなはいはい。不思議な顔するシーンがあるんですけど、へはいまあ、そんな感じで、まあ、素直じゃないでも本当にテイルスの実力は認めてますよとー。いうことで密かにライバル関係ジェットとソニックほどバチバチじゃないけど、うんまあ、そんな関係を結んでいます。なるほどな。そんな高飛車で自信家なウェーブなんですけど、うん。なぜかクリームの実力は認めてるんですね。え、クリーム？突然出てきました、うんクリーム。うんうん。はい、一応クリームもソニックライダーズシリーズに登場していてへーストーリーには絡んでこないんですけど、うんミッションモードで一応使うことができて、ほうそのミッションモード中に若干ウェーブとの絡みがあったりします。でまあそのミッションモードが進めていくとだんだんこうクリームの実力に驚愕していくというほう。過程が見えるんですけど、ほうほう。まあ、最初はもう何なのよなんであんなど素人みたいな子があそこまでできるのみたいな、はいはい。理解できないみたいな感じなんだけど、うんだんだんとあの子すごいじゃない言葉を失い始める。はあはあはもしかしたら実力を認めなきゃいけないかもみたいな感じになり、あ。あ、そんなに。うんうん。最終的にはあんなトップクラスのトリックを見せられたら私の手には負えないわ本当にパーフェクトよあ、めちゃめちゃ認めちゃってんだ。認めざるを得なくなってしまうという。なるほど。ウェーブにここまで実力を認めさせたのはクリームとジェットだけですクリームは何したんだよ。すごすぎるな。クリームのポテンシャルはここでも発揮されるどういうことなんでしょうね。あ、そうなんだ。はいなるほどね。クリームの実力を認めてるんだ、ウェーブは。はい
ということで、ちゃんと認めることもあるんだなと。なるほど。ことですね。うんうんうん。そんなウェーブの声優を務めているのは中村千恵さん。うん。彼女もベテラン声優さんですね。はいはいはい。本当にすごい豪華声優の方が、ソニックのキャラクターの声を当てられてて、確かに。で最新作でもね、続投してくれるということなので、ありがたいですね。掛け合いも豊富だろうからね、豪華声優陣によるたくさんの掛け合い、楽しみですね。はい。以上がウェーブの解説でした。いただきました。では、3人目、ストームですね。フルネームはストーム・ザ・アルバトロス。種族はアホウドリ。はいはいはい。男性19歳です。一番年上。一番年上なんですね。はい。アルバトロスってね、めちゃめちゃかっこいい響きだけど、日本語だとアホウドリなんだよね。全然印象違うね。アルバトロスってゴルフ用語にあるんですよね。ゴルフで規定の打数みたいのがあるんですけど、その規定の打数よりも3ポイント早くカップインさせるのがアルバトロスと言われていて、めちゃめちゃ珍しい現象らしいんですけど、ということでアルバトロスってめっちゃ飛ぶのが得意な鳥ということなんですね。はあ、なるほど。なんですが、日本のストームはですね、どちらかというとこのめっちゃ飛ぶの得意なアルバトロス感よりもアホウドリの感じが強いです。印象としてね。そうなんだ。しっかりアホウドリなんだ。アホウドリですね。はい。アホウドリっていうのはね、地上だともうすごくのっそりしてて、すぐ捕まっちゃうから、アホウドリと名付けられたらしいんですけど、のっそりしてますよ、頭あんま良くないよっていうキャラですね。なるほどな。だからちょっとこれ海外的にはどういう印象なのかな。アルバトロスに全然アホ要素ないんですけど、そうか。ちょっとその辺のイメージの乖離はあるんじゃないかなと思ってます。身長140センチ、体重80キロ。はいはい、大柄だね。大柄ですね。見た目なんですけど、あんまりアホウドリっぽい見た目ではないんですけど、ずんぐりしちゃっててね。ただ例によってスタイリッシュで、ちょっとなんかスノーボーダーみたいなでもちょっとわかるよ。温かみのある確かに感じしてますよね。ちょっと羽毛感強いというか、なんか温かそうな見た目ですよね。温かそうな見た目をしていますね。バビロン盗賊団の重戦車の異名を持ってまして、ジェットの右腕的存在なんですね。でパワーを生かして戦闘面で活躍する用心棒のような立ち回りをしています。で彼も先代からバビロン盗賊団に仕えてたらしいですね。父親なのか母親なのかっていうのは明かされてないんですが、一応家族が前から盗賊団だったということですね。なるほどな。能力的には細かい理屈が苦手だったり、知性には欠けるんですが、パワーはもう岩をも砕くパワーということなので、もう完全なパワー全振りタイプみたいな感じです。好きなもの、財宝、ジェット。もう信用してるね。嫌いなもの、バビロン盗賊団の敵となる存在。ざっくりしてるけども。なるほど。分かりやすい。考えるのめんどくさくなった。そんな感じすんな。ソニックチャンネルのプロフィールには記載がないんですけど、お化けが苦手らしいということも描かれてます。こいつめちゃめちゃナックルズじゃないなんか。確かにね。っていうか、お化けが嫌いなキャラ多すぎね。そうなんだ。っていうのもあるんだけど、めちゃめちゃナックルズな感じは確かするね。お化け嫌いだしね。細かい理屈が苦手だったり、知性が欠けてるけど、岩をも砕くパワーを持つ。こいつナックルズじゃねえかよ。そうだな。めちゃめちゃ似てんな。そこはもうソニックチームに突っ込んでもらってここからナックルズじゃないところも解説するからちょっと待ってて。お願いします。ジェットのことが好きと言ってはばからない、ストレートなやつですね。でジェットのことをボスと呼んで慕ってまして、ジェットに頼まれた仕事は本当に命をかけて取り組むと言われているほど本心から強い忠誠心を抱いてます。基本的に短期ですね。で何事も力任せで済ませようとするんで、それができない状況になると普通に困って立ち往生してそうなんだ。パワーじゃ解決できねえ、どうしようみたいななっちゃうね。起点は回らないと。で向こう水な行動をとっては失敗するので、ジェットやウェーブに怒られることも多いということでね。なんか見た目だとパワー系でなんか強そうなやつなのかな、頼りになりそうだなみたいな印象かもしれないけど、割とポンコツキャラなんですね。そっか。喋らなければイケメンみたいなタイプですね。なるほどね。口は悪いですね。で気に入らない相手には容赦ないんですけど、のっそりしてて愛嬌があってどっか憎めない存在なんですよ。見た目に反してビビりなところもあって、怒ったエミーに毛をされてタジタジになる場面もあります。だいぶ年下の女の子に圧倒されちゃうという場面もあってちょっと残念なんですけど当時のエミーはね、フィジカル、メンタル、レスバトル全てにおいて最強の戦士だそうなんだ。ちょっと時代が悪かったかなとなるほどいう感じはしますけど、当時のエミはイケイケだったから、最強だったのね。なるほど。そんなシーンもありました。で語尾が特徴的で、何々だワイな、何々だ
赤いな。特徴的。こういう喋り方。あんま聞かないけど。何弁なのか。うん。とかだわいなって言うんですよね。で一人称はオイラです。そうなんだ。で二人称もちょっと特徴的でして、例えばナックルズのことを赤い野郎、エミーのことはピンクのガキンチョなど色を交えて呼びがち。確かに。なんか赤いとかピンクとか色を交えがちなキャラですね。そうなんだ。はい、これもなんかよく分かりませんが、そういう特徴あります。でなぜか難しい言葉を使おうとして間違えがち。因縁の相手とかの因縁を因縁と間違えたり、失敗にめげずに七点抜刀の魂でまた頑張るわいなと言ってるんですけど、それ七転び八起きと言いたかったんでしょうけど、なるほど。七点抜刀だともうずっと倒れちゃってる。そうですよね。なるほどね。もうあんたはそういう難しい言葉使わなくていいのとウェーブにしなめられてるんですけど。可愛いな。一番年上なのにな。一番年上なんですけどね。そんなキャラです。なるほど。でライバル関係は一応ナックルズですね。ジェットがソニックとレースで競って、ウェーブがテイルスとメカニックとして競ってる中で、ストームは一応ナックルズと喧嘩をし合うんですけど、ライバル関係っていうよりは、なんか気に入らねえやつだなっていう感じ。なるほどね。なんか心通じ合うとか、なんか高いところで通じ合うみたいなことはなくて、なんかムカつくなっていうお互いの印象ですよね。嫌いなものバビロン盗賊団の敵となる存在だもんな。ざっくりフィルターに引っかかっちゃってんのかな。そうだね。そういう感じになってます。なるほど。ナックルズとしても別にストームを特別何か意識してるということはなさそうなんですけど、この3人で一緒に3人ずつ出会ったら、俺はお前かみたいなテンションだった可能性はあるよね。ただ当てがわれてんだお互い。なるほどな。声優を務められてるのは野村健二さん。のっそりしたキャラクターに合った声をされてますね。以上がストームの解説になります。いただきました。最後まで聞いてもナックルズっぽかったな。そりゃ悔しいね。3人それぞれの解説が済んだので、彼らの関係性について少し補足していきたいと思います。お願いします。ソニックシリーズには様々なチームが登場します。チームバビロンは仕事仲間でもありながら家族同然の関係でして、先代からも付き合いがあるという点を鑑みても、絆の深さはシリーズ随一なのではないかと思ってます。確かにね、親世代からつながってるってことだもんね。それは他のチームにはない特徴ですね。確かに。でもジェットはもう自分大好き人間なわけなんですけど、ウェーブのこともストームのことも信頼して認めてるんですよね。あのストームのことも自分の右腕として本当に信頼してるんですよ。怒ったりはしますけどね。多分ストームのことを一番認めてるのはジェットなんですよね。なるほど。でウェーブとストームも基本的にもう他の関係ない人たち、ソニックたち他人にはもう冷たいんですよ。口も悪いし、もう基本的に敵対っていう感じなんだけど、ジェットのことはめちゃめちゃ信頼してるし、もう自分より優先するみたいな感じなんだよね。だからもう仕事の立場上表向きとか建前とかじゃなくて、本当にジェット本人に対しての信頼が厚いんだなというのは信じていいと思います。なるほど。でウェーブとストームはですね、言った通りお互い苦手なタイプなんで、あんまり仲がいいように見えないんですよ。てか仲悪いです。そうなんだ。もう出会えばいがみ合う、もうレスバトルなんですよ。ただウェーブにとってはストームってもう自分にはないパワーを持ってますよね。でストームにとってはウェーブはもう自分にない技術と頭脳を持ってるわけですよ。でもそこは認めざるを得ませんと。なるほど。で何より、お互いがめちゃめちゃ信頼してるジェットが認めてる相手ですから、確かに、それを無視はできませんよという感じなんでしょうね。なるほどな。ジェットが信じてるから自分もウェーブを信じてみよう、ストームを信じてみようって思えるというかように見えます。これは説明されてないです。ちょっとこれ明智の妄想入ってますけど、なるほど。そういう関係性に見えますよと。ジェットを軸にお互いを認めて尊重しているように見えるんですよね。さっき仕事上は盗賊の仕事とかともウェーブが要だ、ウェーブがいなきゃこのチームはダメだと言ったんですけど、組織の精神面、チームの絆みたいなところはジェットが要になっていると。なるほどな。いうのがこれエモいんですよね。ジェットの信頼が2人をつないでるんですよ。なるほど。ここがめちゃめちゃいいなと思ってますね。で年齢も、ジェットが14歳で、ウェーブ18歳、ストーム19歳という、当時の設定ですけども、最年少がリーダーなんですよね。確かに。ここも面白いですよね。でもめちゃめちゃ慕われているということで、ウェーブは弟みたいみたいなことを言ってるけど、ちゃんと認めていて、だからカオティクスの時も言いましたけど、いつから彼らの付き合いがあるのか、もっと少年の時から一緒だったのかな、親も仲間だっ
ったじゃあ一緒に暮らしてたのかなとか、うんだってもう3人は一緒にね空挺で暮らしてるわけですから、じゃあ親の時はどうだったのかなとかってめちゃめちゃ妄想がはかどるよ確かに。ね。うんだからもうガキンチョだ今よりガキンチョだったジェットと、その割ともうなんだろう大人びてるウェーブとストームってどんな関係だったんだろうなとか、ウェーブからしたらそのウェーブのお父さんにさ、あのジェットお坊ちゃまが将来お前の上司になるんだぞみたいなことを言われて、あのクソガキがみたいな感じだったんじゃないのとかね思うわけですよ。確かにな。こんなことを思わせる美味しいキャラなんですよね。なるほどだね。何も描かれてないんですけど、あ、この辺って語られてないんだ。何も描かれてないですね。もったいないね。この辺りの関係性がね最新作クロスワールドでどう料理されるのか、掛け合いもあると思いますから、めちゃめちゃ楽しみですね。確かに間違いないね。ということで、以上がバビロン盗賊団のキャラ設定についての解説でした。はい、いただきました。ではここからはバビロン盗賊団のストーリーについて解説します。はい、お願いします。ストーリー。ソニックライダーズと続編のソニックライダーズシューティングスターストーリーはレースゲームという番外作でありながら、ソニックアドベンチャーとかソニックヒーローズといったいわゆる本編作品さながらの冒険活劇ストーリーが用意されてまして、その物語の中心を担ったのがジェットらバビロン盗賊団だったんですね。なるほど。でバビロン盗賊団の目的や正体、その起源が明らかになる壮大な物語になってまして、これを知ることでジェットたちにより感情移入できるようになるんじゃないかなと思います。ただし先に断っておくんですけど、バビロンのストーリーはやや複雑で難解です。あ、そうなんだ。その上やたら固有名詞が多いです。はいはいはい。できるだけ分かりやすくまとめたつもりなんですけど、それでも分かりにくいところがあるかもしれないです。実は細かく見るとバビロンの設定って不明点とか矛盾が多くて、はっきり言ってしまってガバ設定なんですよ。はっきり言ったね。ちょっとガバいんだ。ガバです。はいはい。これはソニックシリーズにおいてバビロンに限ったことではないと言えちゃうんですけど、その中でも相当ガバなんですね。そうなんだ。結構曖昧なところが多いと。ここ最近ソニックシリーズの世界観設定の見直しがされてきているので、もしかしたら今後バビロン関係のストーリーや設定も修正が入るかもしれないんですが、こういうことが過去作で描かれたんだなということを知っておく意義はあると思うので、この動画では現時点で語られている事実ベースで解説していきたいと思います。なるほど、了解です。ただ分かりやすくするために明智の若干の補足が入ってたりはするので、全てが全て事実ではないっていうのもちょっと分かりづらくて申し訳ないんだけど、ご了承ください。なるほどね、了解です。ストーリーを3つの章に分けて解説していきます。まずバビロン族とは、バビロンの財宝伝説、ライダーズのストーリーですね。でバビロンの故郷流れ星伝説、ライダーズシューティングスターストーリーですね。この3つのセクションに分けて解説していきます。了解です。まず1つ目の話、バビロン族とは、ソニックたちの世界にこんな伝説が残ってるんだと語られてます。大昔、バビロンガーデンという空飛ぶ島があった。そこに住む鳥のような姿をした種族バビロン族は、大盗賊団バビロン盗賊団を組織し、世界中を飛び回ってはお宝を集めて裕福に暮らしていた。しかし、あまりに盗みを働きすぎたため、神様の怒りを買い、島を地中深くに埋められてしまう。住処を失った一族は、その事件以来世界に散り散りになってしまったという。ということで、若干分かりやすく明智が補足を入れているので、ゲームで語られた文章ままではないんですけど、一応こんな伝説が残っています。なるほど。つまりジェットたちはそのバビロン族の末裔なんですね。で伝説に名を残す盗賊団を継いでいるということだったんです。バビロン盗賊団はただ昔からいるよ、ずっとつながってるよとかじゃなくて、伝説になったんですね。なるほど。ただこのバビロンに関しては謎が多くてですね、いつ頃の時代の話なのかとか、似たような空飛ぶ島、エンジェルアイランド、古代民族エキドナ族とか、他の古代文明との関係は不明のままです。これソニックチャンネルのソニックワールドストーリーという時系列が書かれているページがあるんですけど、ここでもですねバビロン族についての記載あるんですけど、時期不明になってるんですね。そうなんだ。いつ頃のことなのかが分かってないです。ただ古代に存在したということですね。なるほど。ちなみにナックルズと違ってジェットたちはこの一族の最後の生き残りとは言われてないんですよね。事件以来チリチリになってしまった仲間がその後どうなったのかっていうのも分かりません。今現代に生きるバビロン族の末裔が他にもいるかもという可能性はまだ残ってるんです、そういうことだ。ナックルズはもうエキドナの最後の生き残りなんで、他にいないんですけど、ジェットはそうじゃないよという状態です。なるほどね。ちなみに IDW コミックをはじめ鳥系のキャラって結構普通に出てくるんですよ。そうなんだ。ゲームだとジェットたちぐらいしかいないんですけど、漫画だと普通に鳥系のキャラ出てきます。だから彼らとの関係性もよく分かり
りません。あ、そうなんだ。特別ジェットたちとそういう話をするわけじゃないので、うんうん鳥系が全員バビロン族の末裔かどうかは分かりません。そういうこと。ちょっとしたトリビアになるんですが、うん映画ソニックシリーズではいはい。バビロンが若干登場してるんですよね。出てたっけ？はい映画2作目 VS ナックルズの冒頭ですね、うんキノコの星の話です。はい。あそこでエッグマンのところにやってきた不思議な盗賊たち、ああ、はいはいはい。リングから現れるあれスカベンジャーっていうんですけど、うん。彼らが実はジェット、ウェーブ、ストームの頭の形に似たヘルメットみたいなのをかぶってたんです。ああ、確かにそうかも。うん他にもソニックの育ての親として出てきたロングクローですね。うん。彼らフクロウ族が使用している文字が、うんゲームに登場しているバビロンの文字と同じ形をしていたりします。ああ、フクロウってことで取り出し。はい、なるほどな。何らかの関係があるんじゃないかと噂されてるんですが、うん映画の方で明かされることもなく、うん特にそこに公式側が言及してたりもしないので、はあはあこれがただのファンサービスなのか何らかの重要な伏線なのか、これはまだ分かりません。うわ、気になるね。はい映画でもチラ見せされてんだ。ですね。なるほどな。シリーズとしてはそんな扱われ方をしています。なるほど。ちなみにバビロンの名前の由来についても少し考えたんですけど、うん。これは普通に考えれば現実に存在した古代王バビロニアとその首都であったバビロンから取ったんだろうと思われます。はあは位置としては今の中東エリアですね、うんイラクとイランがあったあたりですけれども、そこがモデルになっているだろうと思いまへす。え。古代に栄えてた都なんだっていうことと、名前のつながり以外は特になさそうなんですけど、うん。一応そこがモデルだろうと思います。なるほど。続いてはバビロンの財宝伝説についてソニックライダーズで語られたストーリーに沿って解説していきます。はい、お願いします。ここではジェットたちとチームソニックの出会いですからああ。因縁の始まりが語られますね。うんうん。突如エッグマンによって開催されたエクストリームギアの大会 EX ワールドグランプリ、ほう。参加条件はカオスエメラルドを持ち寄ること。参加者めっちゃ少なくなりそう。めちゃめちゃハードル高いんだよ。うん。優勝者がそれらを独り占めできるという総取りだっていう出たジェットの口癖、はい総取りだが発動するようなシチュエーションだ。とんでもルールの大会だったんですね。とんでもルールだね、本当に。はいエッグマンがめちゃくちゃやってるね、今回も。怪しさしかない、うん。何か裏があるに違いないと参加を決意するソニックたち、うんそりゃそうなるわなと確かに。いうことですね。でそこにジェットたちも参加を表明していたんですね。ほー。実はソニックたちは大会開催の知らせを受ける前に夜の街にいたんですけど、おその夜の街でですねエメラルドを盗み去るジェットたちに遭遇してたんですよ。はあ、そうなんだ。はい、ジェットたちはこの大会参加のためにエメラルドを手に入れてたんですね。はいはいはで慌てて阻止しようとするソニックたちで、うんナックルズがストームにパンチをかましてい。おお。でストームがエクストリームギアを落とすんですね。はいはい。でその落としたエクストリームギアを拾ったソニックがもうアドリブで乗りこなしてジェットたちを追跡します。おう。ただジェットのスピードとテクニックに圧倒されてしまって、あ逃がしちゃうんですね。あ。ああ、そうなんだ。でそこでジェットのぬるいぜがしています。はいはい。気象さんっぽいですね。はいソニックがやられた後に久しぶりに熱くなれそうだぜとレース魂に火をつけてた一方、うんテイルスはある一点を見ていました。うん。ストームが落としたエクストリームギア、あそこにあしらわれてた紋章、あれは見覚えがあるぞとほう。ちょっと考えてるわけですよ。うん。彼らの正体はバビロン盗賊団ではないかと予想します。ほう。その紋章から推察する。はいはいはものすごい視力の良さとすごいその発想力、い。確かにね。はいテイルスが気づきます。うん。で先ほどの伝説ですね語るんですよ。テイルスがこういう伝説があるんだよと、うん。バビロンガーデンがあってそういう一族がいてちりぢりになったんだっていう話をしてくれます。はいはい。さらにその島は今もどこかに埋まっていてそこにはバビロン族の残したお宝が眠ってるって噂だよとワクワクしながら語るんですね。何でも知ってるな、テイルスは。テイルス何でも知ってるような、うんそこはナックルズに知ってて欲しかったんだけどな。確かにそうトレいうのジャーハンターとして詳しそうだしね。なぜテイルスが知ってるのか分かんないんだけど、うん。ちょっとソニック世界の科学者は考古学に通じすぎてるよ。ああ、確かに。カオスエメラルドがテクノロジーの最先端だから、うん古代とつながりあってそういうことになっちゃうのかもしれないけどさ、なるほど。そういうことでテイルスが詳しいです。うん。うん。そんな話がソニック世界にあるぞということです。なるほど。実際ですね、ジェットはその伝説で語られている先祖たちが残した宝を見つけようとしてます。うん。当然ですよ、うんうんジェットたちは知ってるんですよ、そのバビロンの伝説を。はいはい。で、バビロンガーデンがどこに沈んだのかっていうのを探してました。うんうん。手がかりとなるのは、ジェットが先代の団長だった父から受け継いだ、いつも持ち歩いているコントロールボックス。コントロールボックス。水色のキューブ状のアイテムがあります。ん。これがなんか重要アイテムらしくてですね、うん。これはバビロン族に伝わる秘宝なんだと説明してるんです。ほうほう。バビロンガーデンの鍵と言われてるんですね。うん。ただそれしか情報がなくて、はいはい使い方は伝わってない。あ、そうなんだジェ。ットわかんないよとなってます。そのコントロールボックスを最初ジェットが取り出すシーンがあるんですけど、うんそこでウェーブとストームもそれ初見っぽい反応してるんですよ。ええ。それはあの伝説のみたいな。は
そんななんか隠してたんだっていう。確かに知らされてなかったんだ。でなんかそんだけ一緒にいてさ、信頼関係結んでてさ、いやバビロンガーデン探してるんだったらもう真っ先に見せろやっていうそうだよね話なんだけど、確かになぜかジェットはそこで初めて見せたらしくて、ウェーブもびっくりみたいなへ感じで、ウェーブはちょっと興味持つのよ、テクノロジーだから。ああそうだよね。だけどストームがウェーブに渡したら何するかわからんわいなつって信用してないな。まあ、いがみ合ったりして、なるほどうるさいってこうやるんだけど、はいはまあ、そこに客人が訪ねてきます、ドクターエッグマンなんうわですね。考えうる最悪の客人だな。はいまあ、最高の盗賊だと聞いてましてなつってほうほ近寄ってきて、う。で、まあ、バビロンガーデンについての情報をなぜかエッグマンは知ってました。うわでジェットに情報を流すんですね。なるほど。まあ、エッグマンが言うには何でもカオスエメラルドを7つ集めることが鍵を起動する条件なんだと。ほまあ眉唾条件なんですけど、うんまあ、そうらしいぞということで、そんなの集めるのは楽勝だぜつって、まあジェットは行くんですけど、冒頭で話したソニックに追いかけられるエメラルド強奪作戦ですね、これでエメラルド手に入れたので、まあ、エクストラワールドグランプリに参加して、でソニックをおびき寄せて総取りダーして、はいはいジェットが勝てばもう全部エメラルドを合法的に取れるよね、という作戦を立てます。なるほどな。だからこのエクストラワールドグランプリはエメラルド7つ簡単に集めちゃおう作戦だったんですね。まあ、そんな作戦が開始して、まあ、ソニックたちはそれにつられて参加するわけです。なるほどね。ただジェットたちもエッグマンにただ従ってるわけじゃないですよ。まあ、彼が何か企んでるってことは分かってました、なんでそれを警戒してストームをエッグマンの基地に忍び込ませて日記データを盗み出すことに成功します。エッグマンの日記？エッグマンの日記ですね。シリーズにたびたび登場するエッグマンの日記、まあ、ジェラルドも日記好きですけど、エッグマンもちゃんと日記好きです。なるほど。はい、でエッグマンによるとですね、バビロン族は古代で最高の技術を誇った一族じゃということらしいですね。まあ、技術もすごかったと。その宝とはバビロンの技術の結晶だ。あいつらはただの宝石だと思ってるらしいが、バビロンの技術の結晶だって、まあちょっと気持ちよく喋っています中でねなるほど。まあこれ言い切ってるんですけど、まあそうに違いないと思ってるわけですよね。実際確定してるわけじゃなくて、エッグマンとしては技術の結晶に間違いないぞと、まあ思っています。なるほど。で続けるんですね、エッグマンが日記の中で。何でもバビロン族と仲が良かった少年はその試作品を渡されて、私は神の翼を手に入れたとまで言ったとか。そしてその力を使って世界をも支配したらしい。試作品で世界を支配できる力、どんな力が楽しみじゃわいという感じなんですけど、めちゃめちゃ筆乗ってるなエッグマンも、テンションがもう伝わってくるね。めちゃめちゃワクワクしてて、まあ、とんでもストーリーを語ってますが、なるほど。まあ、どうやらバビロン族と仲が良かった少年というのがいたらしく、そうなんだね。その少年はその技術の結晶の試作品を渡されて、神の翼を手に入れたっつって世界を支配したと。本当かと。いやむちゃくちゃな話だよね。むちゃくちゃな話、そういうの聞いたこともないし、バビロンは何がしたかったのかわからないし、確かにちょっと謎な話になるんですけど、そんなことが残っているぞと。なるほどな。ということでテイルスが語った話とも全然違うんですけどね。なんかいろんな伝説が断片的に残ってるんですかね、バビロンの話は。エッグマンの言いぶりだとまるでその世界の上位存在にバビロン族がいるみたいな雰囲気も見えますもんね。そうだね。その試作品渡した少年がその世界を支配しちゃってもバビロン族としてはいいよくらいのまず感覚でいるってことは、そうだね。なんかもう全然違う次元の種族なのかななんていうふうにも読み取れますけど。そうだね。まあ、バビロン族のそのテイルスが語った話の中でも神というのが出てきたりしたよね。まあ、神というとね、そのナックルズのエンジェルアイランドにも、まあ、神がエンジェルアイランドを空中に上げてしまったみたいな神話が語られていて、まあ、過去作にも神という存在はいたんですけど、いまだにその神が何者なのかは分からないし、このバビロンで語られてる神とそのエンジェルアイランドの伝説で語られてる神が同一のものなのかどうかも分からないし、ちょっとその辺は本当に謎が多いんですけれども、まあ、とんでもストーリーが出てきたなということですね。でエッグマンは一応それを当てにして、すごい技術が眠ってるはずだと、まあ、思ってるわけです。なるほどな。でその話を見たジェットは、まあ、財宝が宝石の類ではないことが分かったので、まあ、一気に興味をそがれます。そうだったか。なんだよっつって、今日がそがれたぜっつっていやそうだよね。その基本的に金目のものしか興味ないわけだもんね。で世界を支配するとは興味ないんで、ただウェーブが、まあ、エッグマンほどの科学者が欲しがる技術なら相当価値があるはずですと、まあ、ジェットを引き止めます。でジェットがつまり
金になるってことか。はいはい。と、まあ、再びやる気を出すんですね。もうジェットの扱いが上手だね、さすがにウェーブは。まあ、長年の付き合いから出てますよね。うんまあ、ただここで分かるのはジェットがその古代のバビロンの財宝を探してた、バビロンガーデンを探してるぞみたいな状態から始まったんですけど、まあ、すぐに興味そがれてるんで、はいはい。もともとバビロンの財宝だから探してたっていうわけじゃなさそうなんですよね。ああ、なるほど。あくまでも金銭的価値があるはずだって探してたっぽいので、はいはいはい。まあ、こういう描写からもなんかバビロンの財宝なら俺らが見つけるしかねえだろみたいな感じじゃないんだよね。なんかここもジェットのちょっと面白いところかなと思います。はいはいはい。なんか自分たちの先祖の宝だったらお金のやつに渡したくないもんね。だけどお金じゃないならいいやみたいな感じなんですよ。確かに。ジェットはね。なるほどな。まあ、ただウェーバーと興味持ってるわけですね。なるほど。まあ、そんなことがあり、ワールドグランプリ決勝戦に進みます。あっという間に。ジェットとソニック、最終決戦、どっちが勝ったと思いますか？でもやっぱソニックなんじゃない？わかんないけど、ソニックに勝ってほしいなって今率直に思っちゃった。これはですね、ジェットが勝つんですね。すげえ、ジェット。マジ？いや、本当に速いんだな、エクストリームギア乗らせたら。ただネタバレすると、ウェーブの裏工作があったんですね。どういうこと？実はですね、ウェーブはジェットの実力はめちゃめちゃ信頼しているんですけど、やはりリアリストなので、目的のためには手段を選ばないので、ソニックのギアを一度テイルスに見せてもらったことがあったんですね。何この素人みたいなセッティングって煽った時ですよ。あの時にソニックのこのボードにですね、爆弾を仕掛けてたんですよ。そのレースの終盤、ソニックが若干リードしている、このままではジェットが負けるとなった時に、その爆弾を起動してソニックを爆発させて、このボードの故障のように見せかけて、ジェットが勝つという。おい、ちゃんと悪いことしてんじゃねえかよ。ウェーブさん。ジェットはですね、正々堂々とした勝負がしたい。確かにジェットにはダマでやったんです。ウェーブ。アーティーですね。ここもバビロン盗賊団のちょっと厚みを見たというか。確かに、まあちょっとそのすれ違いというか、なるほどな。ウェーブの手によってこうソニックは敗れてしまうということなんだね。セッティングしたテイルスがめっちゃ落ち込むというね。なるほどな。あって、ジェットは気持ちよくエメラルドすべて手に入れて、でエメラルドはエッグマンが言ってた通り、コントロールボックスと共鳴を始めて、決勝戦は砂漠で行われたんですけど、その砂漠の中央からボーっと突然何かが盛り上がってきて、地下に埋まってたバビロンガーデンが盛り上がってくるんですね。本当にあったんだっつって、出てきます。でエッグマンしめしめっつって、ジェットがちょっと油断してる間にコントロールボックスを盗んで、追いかけてきたエミーも一緒にくっつけて、どういうこと？エビーが待ちなさいっつってエッグマンにしがみついて、ソニック X のクリスよろしく、エッグマンがエミーごとこうバビロンガーデンに飛んでいっちゃって、エミーっつってソニックたちも行かざるを得なくなる。エミーも連れてかれちゃってんだ。ということになりますね。エミーやソニックを動かすためにちょっと舞台装置として連れて行かれたわけです。言わないでよ。なるほどね。でも困ったことになったね。ことですね。でまあバビロンガーデン、伝説に登場してた空飛ぶ島が本当に空中に浮かんで出てくるわけですね。もうすごい見た目をしてます。イスラム建築みたいなね、豪華なお城が乗っかってて、本当にもうエンジェルアイランドみたいな感じなんですよ。で画像だけだとちょっと分かりづらいんですけど、古代のすごいテクノロジー持ってた種族の住処だったので、ハイテク技術も融合してるっぽくて、ちょっと島の下の部分がなんかメカニカルになってるように見えたりとか、これレースステージとしても走ることになるんですけど、鳥の姿をした戦闘機がこう飛び回っていて、その戦闘機に捕まってレースしたりとか、警備ロボットみたいな感じでそういうのが配備されてたりもしてます。あとバビロンガーデンの内部のコースもあるんですけど、その内部はですね、ホログラム技術でさまざまな景観に変化するんですよ。かなりサイバーな空間になってたりしてて、そうみたいだね。めちゃめちゃハイテクな施設なんだなということが分かります。外見からはじゃあ想像できないぐらい中身はめちゃめちゃサイバーというか、テクノロジーあふれる空間になってるわけだ。なってますね。本当に古代のテクノロジー王者だったんだなということが分かるわけです。なるほどな。でその後ですね、エッグマンを追いかけたり、ソニックとなんだかんだレース勝負をしたり、もう一回ね、しまして、最終的にコントロールボックスを取り戻します。よかった。でソニックはコントロールボックスなんで興味ないんで、テイルスたちとエミーよかったねってやってるんだけど、ジェットたちはそのコントロールボックスを使って財宝を探しに行くんですね。で財宝の眠るであろう部屋にたどり着きます。でそこが開くんですけど、その中にですね、恐ろしい番人が眠ってたんですね。
はい、バビロンガーディアンっていう名前なんですけど、まあ古代バビロンがおそらく配備したであろう、宝を守る番人が現れまして、一応見た目鳥っぽい感じなんですけどね、若干頭が鳥っぽくなってるやつが、まあ一応ラスボスみたいな感じで出てきて、でそいつとも一応レースっぽいことをします。でその戦いを制してついに宝箱を見つけます。バビロンの財宝を見つけます。ただそこでもですね、不意をついてエッグマンがまたやってきて、おい懲りねえな。で宝箱の中身をよこせっつってこう交渉してくるんですね。ただソニックとジェットがその宝箱の中身を見て、ふふっと笑って、こんなものくれてやるっつってエッグマンに意外にも中身を投げ渡します。何入ってたんだ。何が入ってたのか、絨毯が入ってました。絨毯、綺麗な絨毯が入ってました。でエッグマンはそれをそこにこう刻まれている文字を見るんですね。ついに我々は画期的な発明に成功した、これさえあれば我々は空を飛ぶなんて重労働せずに楽ちんに暮らすことができるだろう。バビロン盗賊団13代目団長ストールムという、過去の団長の言葉が刻まれてまして、これだけ読んでもちょっとよく分かんないですよね。エッグマンはそれを目の当たりにして、こんな布切れのためにエクストラワールドグランプリまで開いて確かに大規模に頑張ってたからね、エッグマンは。ショックを受けて気絶しちゃいます。でめでたしめでたしみたいなめでたいか感じされたけど、ポカーみたいな感じなんだが、ちょっとよく分かんないな。テイルスとウェーブだけはニヤニヤとしてまして、これエクストリームギアと同じ素材で作られてるよってテイルスは気づきます。絨毯が、絨毯がよく気づいたわねっつって、ウェーブ気づいてて、メカニック同士は気づいてるわけだ。これは実は最古のエクストリームギアなんだと。空飛ぶ魔法の絨毯だと。うわ、そういうこということに気づきます。あのおとぎ話に登場した精霊は俺たちの祖先だったのかということで、アラビアンナイトとかでもおなじみ、空飛ぶ絨毯、これはですね実はエクストリームギアの原型で、あの物語に出てきた精霊たちはバビロン族だったんだと。そしてそれを与えられた少年は世界を支配したんだと。うわ、なんかそういうことつながって始めてるな。いうことだったらしいぞと。なるほど。いうことに気づきます。魔法の絨毯、それが世界最古のエクストリームギア、これが眠っていたという。そうですね。でこれを開発した13代目団長ストールンは、今までは自分たちのおそらく翼でね、空を飛び回りながら世界中の盗賊家業をやってたんだけど、エクストリームギアをここで作るんですね。なるほどな。でここから代々エクストリームギアの木として、名を馳せていくということだったんでしょう。なるほど。バビロン族にとって空を飛ぶことは結構重労働だったってことですね。そうだろうな。なるほど。あの人型で翼をはためかせるのはなかなか大変。確かにそうか。と言ってて気づいたが、テイルスはどうなるんだろう。間違いないね。そこは考えないようにしようか。でもなるほどな。これでもうそうか。もう飛ばなくていいじゃないかと。これにさえ乗ってしまえば自由に空を飛ぶことができるぞということで、13代目の団長が開発したということらしいですね。なるほどね。どのぐらいね、その代が続いてて、これがどのぐらい前の話なのかっていうのはよくわからないんですが、確かに。しかもそのずっと続いてるかどうかもわかんないんだよね、バビロン盗賊団って。突然そのいつかの時代にバビロン盗賊団だって再開した可能性もあるしね。わかりません、この辺は。なるほど。代々ずっと続いてたかどうかはちょっと明言されてないんですが、ジェットが何代目なのかっていうのもわかんないんですが、そんなことが13代目の時代にあったんだということで、マジックカーペットということでゲーム上でも乗れるんですけどね。そうなんだ。手に入れました。で地上に戻ります、みんなでね。で残らなくてよかったのかって聞くソニック。ジェットたちもこうバビロンガーデン降りてるんですよ。そうなんだ。で残らなくてよかったのかって聞いた時に、絨毯の裏に文字が刻んであったよ。世界のお宝を手に入れるためにこれを発明するってな。ここに残ってたんじゃご先祖様に顔向けできないぜつって。なるほど。これは宝を手に入れるための道具なんだ、俺はそれを継ぐということで、ここで初めてジェットは祖先の意思を継ぐんですよ、なるほどね。で2人で別れて、覚えておくぞソニック・ザ・ヘッジホック。最後もフルネーム呼びだ。終わります。なるほど。これでソニックライダーズ終了です。なるほどね。最後はフルネーム呼びで、ちょっと距離が近づいたか遠のいたか分かんないけども、なるほど。そんな感じのストーリーになってました。結構濃厚ですよね。確かにここまででもすごい濃密だったね。途中分かりづらいところとかも多々あったと思いますし、いろいろ調べていろいろ辻褄合わせて考えても分かんねえなというのが結論なんですが、まとめるとバビロン族という古代に存在した種族がいて、でそいつらが
エクストリームギアを開発したと。はいはい。でそのエクストリームギアとか財宝とかが残ってるかもしれないぞという噂が一応現代にも残っていて、みんないろいろ想像してたんだけど、それは一応マジックカーペットというエクストリームギアの原型だったほうですね。なるほどな。他の財宝がどこに行っちゃったのか分かりません。はいはいはい。まだあるのかもしれないけど、ちょっとそこら辺は描かれませんでしたね。でソニックと出会ってレースで、一応ジェットが最終的に勝利しましたけど、その後のいろいろなごたごたの中でまたソニックに負けたりもして、あ、そうなんだ。最終的にはなんか負けたなみたいな感じにはなってるんですけど、戦いを繰り広げて絆を結んだということですね。なるほどね。以上がソニックライダーズのストーリーでしたね。はい、いただきました。続いてはバビロンの故郷バビロンガーデンの秘密について明かされるソニックライダーズシューティングスターストーリーのストーリーです。なるほど、シューティングスターストーリーのストーリーね。了解です。流れ星に願い事をすると叶うっていう話ありますよね。それに絡めた話になってますね。なんか素敵なメルヘンな話が展開されそうだね。そうですね。バビロンに関する新たな事実とジェットたちの選択が描かれていきます。ただですね、ソニックライダーズのストーリーよりさらに分かりづらいです。あ、そうなん？はい。めちゃめちゃ苦戦しました。はいはい。一応なんとかまとめてきたので解説していきたいと思います。お願いします。助かります。全体的な話としては、世界的ハイテク企業メテオテック社というのが出てきまして、その会社の開発したガードロボットが突如暴走を始めて、世界中が混乱したというところがスタートです。でソニックたちがそれに巻き込まれながらロボット暴走の原因を探るというのが大筋の話になってますね。レース大会とかじゃないんですよ。なるほど。ある事件を舞台にしています。キーアイテムとなるのは空から落ちてきた隕石のような物体、これ星の性質と言います。5つあるんですけどね、リング状のアイテムになってます。これがですね、膨大な質量エネルギーを別のエネルギーに変換し、特殊な磁場を生み出すという代物で、何でも増幅した重力がブラックホールを生み出し、それによって重力の方向を変換できるんだということらしいです。よくわかんないです。よくわからない。安心してください。俺もよくわからない。安心した。わかんないよね、ここまでね。何言ってるの？ナックルズがそれを聞いてうわーみたいになってるんですけど、俺らみんなナックルズの立場。本当だよね。テイルス、お前がなんかまともみたいな姿してる。お前がおかしい。わけわかんなかったよ。わけわかんないんですけど、ざっくり言うとですね、重力を操れるぞと思ってください。なるほど。はい。ゲーム内ではこのアイテムを使ってですね、G コントロールとか G ダイブっていった重力を操る新アクションが楽しめた。これがソニックライダーズシューティングスターストーリーの目玉要素だったんですね。で全部で5つあるって言ったんですけど、お互いに惹かれ合う性質を持ってまして、カオスエメラルドよろしくですよね。確かに。これを集めていこうみたいな話になっていきます。なるほど。暴走したロボットたちがこの星の性質を集めてるらしいことが分かったんですよ。ああ、そういうことか。なんでなのかよく分かんない。謎が謎を呼ぶ展開でちょっとなんかミステリーみたいな感じにもなっていきます。ロボットたちも先に集めようかみたいな話になってきます。でバビロンが絡んできます。エッグマンも絡んできます。もう三つどもえのよくわかんない感じになっていきます。ただですね、この動画ではもうバビロン関係の話だけにフォーカスします。了解です。ごたごたは全部無視します。それでも結構わかりづらいです。なるほどね。今のところじゃあガードロボットが暴走しちゃってるよ。でこの事件のキーになりそうなのがその星の性質というアイテムらしい。でこれは重力を操れるらしい。でこのキーアイテムをとりあえず巡って探しに行こうっていうのがソニックたちの動きってことだね。そうだね。なるほど。その裏でバビロンとかエッグマンとかが動いてるけど、今回はバビロンの話に集中するよということだ。了解です。わかりやすくまとめてくれてありがとうございます。なるほどなるほど。ここまで分かってれば先に進めそうですね。 OK。 ソニックたちは星の性質を集める中で願い事を叶える星のかけらが封印されていると言われている遺跡、ギガンテックロックスを訪れます。ここを教えてくれたのはナックルズです。あ、そうなんだ。トレジャーハンターの間では有名だからな。へえ。ここでようやくトレジャーハンター要素が確かに出てきました。ようやくらしさ出したな。その遺跡の最陽で見つけた壁画があるんですけど、とんでも壁画でテイルスは神の翼とつぶやきます。神の翼。またテイルスですね。神々を乗せて大空を飛んでいったっていう伝説の鳥だよらしいですね。そうね、よくわかんないけどな。続けて碑文があるんですけど、ナックルズが解読していきます。その碑文がこちらです。星々をまたぎ飛ぶ神の翼、黒き闇に羽を取られこの地に降りぬ。羽は星となりてこの地に舞い戻らん。我らバビロン一族は星の一つをこの地に封じ、あと一つを流れ落ちたる大いなるくぼみに封ず。神の翼復活の日まで。ということなんですけど、分かりづらいよね。分かんないな。
まあ、何らかの物語が語られているっぽい。うん。でどうやら星の性質はバビロンと関係があるらしいことがここで分かります。はいはいはい。我らバビロン一族って言ってるんで、確かに。バビロン関係のものだったんだ、うんうんとなります。ただですね、ここツッコミ入れたいんですけど、うんナックルズが読んでる碑文はもろバビロン文字なんですよ。ほう。バビロン文字読んでるんですよ、ナックルズは。あ、読めるの？バビロン文字読めるんだっていうのもすごいし、うんバビロン文字読めるってことはそれバビロン文字だって認識してんじゃないのって思うわけ。あ、確かに。じゃあそれを読んでるんだったらそれバビロン関係でしょっていうあ、もうその時点でね。ことなんだけど、そりゃそうだ。我らバビロン一族はバビロンなんであいつらと関係があるんだいやいやいや、君がバビロンの文字読んでるからそりゃそうだろ。なるほどなみたいで。そこでもう気づけるはずだけど、この一文、バビロン一族はという一文見るまでちょっとピンとこ来てなかったんだ。ちょっとおかしいですよね。なるほど。どな。はい。まあまあそんなやりとりがあって、ほうなんでバビロンと関係があるんだなった後、うん。いきなりテイルスが仮説を語り出します。おう。この碑文の内容を解釈しだすんですね、うんテイルスが。ロボットが探してる石はここに書かれてる翼の羽じゃないかな。うん。星々をまたぎ飛ぶ神の翼。つまり宇宙船をコントロールするユニットなんじゃ。えでソニックが突っ込みます。その神の翼っていうのはテイルス。そうバビロンガーデン。すごい論理飛躍しちゃってるんで、全然わかんないですけど。話が飛躍しすぎているえどういうことロボットが指してる石はここに書かれてる翼の羽じゃないかな。うん、これ仮説ね。星々をまたぎ飛ぶ神の翼。うん。つまり宇宙船をコントロールするユニットなんじゃ。いや、ここもわかんないじゃん。つまり宇宙船なぜ？どこから宇宙船が出てきたんですかコントロールするユニットなんじゃ。うん。その神の翼っていうのは、そうバビロンガーデン。いや、全然わかんない。だって理解言ってくれたけども、理解ともわかんなかったっていう。面白すぎないちょっとめちゃめちゃつぼっちゃってんだけどさごめん、ちょっと動画どころじゃないんだけど、確かにね。まあそういうことらしいんですよ。ドヤ顔で仮説述べるんだ、テイルスが。でここはもう本当あくまでテイルズの仮説シーンなんですけど、うん。もう結果的に全て正しいんです。すげえや、テイルス。わけわかんないよ、もう。わかんないジーニアスとかいうレベルじゃないのよ。あツッコミどころ満載なんですけど、あ話を一旦整理すると、はいはい。ここで分かったことっていうのは、うんバビロンガーデンはソニックライダーズの時点でこのテイルスがもともと知ってた伝説だよね、うん地球人に広まった伝説では空飛ぶ島とされてたんだけど、はいはい。どうやらもともとは星々をまたぎ飛ぶ宇宙船だったほう。ということなんだよね。島じゃなくて宇宙船だったと。ということがまあテイルスは分かったらしい。はいはい。そしてその星の性質っていうのはその宇宙船のエンジンユニットだったんじゃないかほう。ということだよね。はあ。これはコントロールするユニットなんじゃないかみたいなことを言ってたセリフにつながるわけだ。そうだね。はでそれをなんか難しく語ってる碑文なんだということをなぜかテイルスは超理論で導き出したんですあ。よ。いや、すげえな、テイルス。はいで、今整理されて、本当すごい安心したというか、わけ分かってなかったけど、そうねなるほどだね。はい宇宙船でした。うん星の性質はそのエンジンユニットだった。ここだけ押さえとけばって感じだ。そういうことだね。なるほどだね。めちゃめちゃ分かりづらいんだけど、うんソニックライダーズでエッグマンの日記で語られていた、はあバビロン族と仲良かった少年の話を覚えてますか？ああ、はいはいはい。あの少年の話の中にも少年のセリフの中に私は神の翼を手に入れたっうん。て言ってるんですよ。うんうん。神の翼っていう単語こっちでも出てきてるんです。ああ、確かに。ほんほんただ、まあ、文脈とかを考えるとこっちで語ってる神の翼っていうのはその技術の結晶だとか言ってたやつなので、うんエクストリームギアの原型のことを言ってるんですよ。マジックカーペット。はい。はいはいはなんで同じ単語なんですけど神の翼っていうのは、い。うん。そのソニックライダーズの少年が言ってた神の翼はエクストリームギアの原型のことを言っているはずほうほう。で、この碑文で言われている神の翼っていうのはバビロンガーデンのことなんですね。あ、そうなん、別の意味なんだ。別の意味です。ややこしい。注意してください。はあ、同じ単語でバビロン関連なのに全然違うものです。そうなんまあまあ伝説とかではありがちだけどねあー、それをゲームでやるかい。いや、だいぶ混乱するな、ここ。はい。なるほどということでした。まあ、バビロン族がもともと宇宙から来たうん。種族だったということですよね。はいはい。ちょっとスケールがだいぶ大きくなったね。うん、まあ別の惑星なのかなとか、うんその来たやつらのなんかそれはもうバビロン族のさらにルーツの何かで地地上でバビロン族にこう変化していったの。はいはい。もともと鳥っぽくなかったけど地上で鳥とこう交配してうん今のバビロン族みたいな姿になったのかなとかっていろいろ想像はできるんですけど、その辺もまあ全く謎です。なるほど。とりあえずバビロン族の祖先、まあ、バビロンガーデンにもともと住んでた人たちっていうのは宇宙から来たんだっていうことがまあ分かった。はあ。そうですねはいはい。だから古代においても超高度な文明を誇ってたっていうのはそういう理由でした。うーん。ソニックライダーズの時点で古代の伝説とかって語ってたよりもっと前があったってことだよね。はい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 。宇宙漂流時代があったとはいうことです。
とんでもないスケールですね。確かに。はい。星の性質が誰によって作られたのかも分かりません。バビロンかもしれないし、バビロンじゃないかもな、みたいなことを示唆するセリフもあります。星の性質の出所もマジで謎です。で、バビロンの祖先はただその力を使って宇宙船のワープ航行ができるようになりまして、それで宇宙を旅してたんですけど、なるほど。やがてその力を制御しきれなくなったんですね。これはもうどんどん後のストーリーで説明されることです。碑文の話よりも先の話で説明されるんですけど、その増幅した重力がブラックホールを生み出す。なんかそのテイルスがブラックホールでこれ重力操ってるよみたいな説明してたじゃないですか。だからそのブラックホールが本当に生み出されちゃうぐらいのパワーを5つ集まると発生しちゃうんです。で全てを飲み込む可能性があるということにその祖先たちは気づきます。だから宇宙船からユニットを切り離して、バビロンガーデンは地上に不時着したということだったんですね。今までじゃその星の性質の、重力機能を使って宇宙を航行していたけども、これ一歩ミスったらブラックホールで終わっちゃわねってなって、みんなで相談してユニット切り離さねってなって、バビロンガーデンを地球に不時着させたということです。なるほど。その時点でじゃあバビロンガーデンと星の性質はバラバラになったってことなんだ。バラバラになりました。なるほどな。はい。碑文で書かれていた黒き闇っていうのは、ブラックホールのことだということになりますね。なるほど。でそのユニット、切り離されたユニットたちは宇宙を漂うことになります。で長い時を経て隕石となって地上に降りてくることがあったんですね。でそのうちの一つを封印したのがギガンテックロックスだったんですよ。それを碑文に残してたわけですね。なるほど。星の一つをこの地に封じとか言ってたわけですよ。でバビロンたちはいつかユニットが全て地球に戻って、で5つ揃ったら自分たちの惑星にバビロンガーデンで帰ろうということを願ってたわけですよね。だから空を見上げながら流れ星が流れると祈ってたと、帰れるようにと祈っていたらしいです。そっか。その本当は故郷に帰りたいけど、ブラックホール生み出されたら終わりやんで泣く泣く切り離したっていう経緯があるから、いつか帰りたいねってみんな思ってたわけだ。そうだね。なるほどね。でそのまでにこれをコントロールする技術を身につけようとかいろいろ考えてたんでしょうね。ただもう運ゲーなので、落ちてくるかどうかというのはそうだよね。で、それをずっと祈ってたっていうのがいろいろ巡り巡って流れ星伝説になったと、いうことらしいですね。なるほどね。はい。でストーリーの方に戻るんですけど、ストーリー終盤5つの性質全て揃います。ソニックとジェットとエッグマンのあれやこれやで全部揃います。宇宙上に散らばってたんだよね。そうだね。それをなんとか回収してきたってこと？そうか、そこの説明が抜けてたけど、一旦全部落ちてきたんだよね。奇跡が起きたってこと？奇跡的にこれは説明されてないです。奇跡的に引き寄せ合うっていう性質があるとはいえ、なぜか一気に全部落ちてきたんですよ。おいおいおいタイミングを同じくして、でそれが暴走の原因になっちゃったんですね。そうか。いきなり全部バーンと現れちゃったもんだから、ロボットたちが暴走して、それが原因だったみたいな話にはなってくるんですけど、最初のガードロボットたちが暴走しちゃったっていうのはこの星の性質の重力の影響みたいなものによって暴走してたってこと？ここはちょっと説明するとややこしいんですけど、そのロボットが製造される過程にも実は星の性質が絡んでいたりだとか、エッグマンが実は絡んでるんですけど、とかっていうのがあって、ただここもね細かく考えるとよく分かんないんですよ。なんでそうなったのっていうのが結構あるんで、ちょっとこの動画では割愛させてもらいます。はい。で性質が全て揃いました。でそれに引き寄せられたバビロンガーデンが地上に降りてくるんですね。浮いてたんですけど、ちょっと地上に近いところまで降りてくるんですよ。そしたらですね、そのロボットの1体が5つの性質全てを抱えて、バビロンガーデンの方に飛んでっちゃうんですよ。何そいつ？ヒューと。なんだあいつは、なんでまだ動けるんだみたいな感じで、もう動力は切ったはずなのにみたいになって、でそのバビロンガーデンと星の性質5つが全て近づいたことによって、ブラックホールが発生しかけてしまうんですね。それによってバビロンガーデンがですね、今までの荘厳な姿から形を変え、真の姿を表します。宇宙船バビロンガーデン、スペースバビロンに進化するんですね。スペースバビロン。全てが闇に飲み込まれそうになる絶望の中、ウェーブがバビロンガーデンのエンジンルームのコアユニットを外すことで止まるかもとは推測します。バビロンガーデンももう宇宙船だってね分かったわけだから、これの機能を停止してやれればもしかしたらこの事態は収まるかもしれないと予想はしますが、まさに発生してるわけですよ。もうブラックホール
いやもう本当だよね。とんでもない状況うんうん。なんですが、うん止まるかもと聞いたうん1秒後、うんソニックが動き出してます。うわさすがだな。置いていくぜ。かっこいい。行きます。うん。ジェットをもうたまらず追いかけていくはいはいはということで、い。うん。まあ、ブラックホールを収めるためにバビロンガーデンに突入していって、うんまあそこでいろいろあって、うん。どうにか収めることに成功します。うわすげえ。もう危機的状況だったのに、目の前でブラックホール起きちゃってんのに、なんとか間に合ったんだな。んとか間に合いました。うわまあ、よくわからないんですけど、なぜそれができたのはか。あはあはあ。はい、気合と根性でなんとかなりました。おう。まあ、その後、星の性質がどうなったのかっていうのは語られないんですけど、まあうんバビロンガーデンは一旦落ち着きを取り戻して、あそうなんだまあ宇宙に漂う状態になるんですね。はあまあ地上からなんとなく見えるなっていうへースペースコロニーアークみたいな状態に一応なりました。はあはあはでそれをこうジェットが見上げてるんですね。あ。うん。まあ、みんなでバビロンみんなで見上げてて、うん。まだ地上に残ってるんですよ。そのバビロンが宇宙船だっていうことも分かった。はいはそして一応ブラックホールの力も抑え込むことができて、うんまあ、宇宙船として使えるかどうかは分からないけど、い。うん。まあまあ誰のコントロール下にもない状態になって、うんまあ、その姿を表したものを、まあ地上からバビロン3人でこう眺めてるんですね。うん。でウェーブが「いいんですかジェット様」と、まあ、ソニックライダーズを思わせるような、うん。また「いいんですか?」の質問ですよ。うんうん。ジェットは宇宙の大海原にも心を惹かれるがこの星の魅力も捨てがたい。それに点々点ほう。でソニックの元にレースを仕掛けに来てはソニックサイチョッあ。またフルネームだ。ク終わりです。全然関係性は変わってないけども、またじゃあソニックとレースしたいというか、そういう思いはまだ残ってるから、うんこの地球でまだ過ごすぞということを選択するわけだ。そうなんですよね。はあ、なるほどソ。ニックとの勝負はまだついてねえと。はいはいはいという。ことで、うん。バビロンガーデンには残らずに、うんまだ地上でやっていくぞというおー。形で終わっていきます。なるほどだね。うんまあ、バビロンが宇宙人の子孫だったっていうことを、うんジェットたちがもともと知ってたのかどうかっていうのも分かりません。はいはいはい。なんかその辺のリアクションがないんですよ。ソニックたちは宇宙人だったのかみたいになるんだけど、うん。ジェットたちはその辺のリアクションって描かれないんですね。えもともと知ってた可能性もあります。ああ、なるほど。うん、でバビロンの悲願だったわけですよね。その故郷に帰るっていうのは、うんうんもうバビロンの一族がみんな願っていて碑文とかも残していたうん。うん。故郷への帰還をもう本当に手が届くところぐらいまで行ったわけですよジェットは。うん。それでも地球に残って、うんまあ、今まで通り生きるっていうことをまあ最終的に選択をします。はいはい。はいまあ、まとめというか、うんまあ、このストーリーから分かることを一応明智なぎに解釈したんですけど、うん。まあ、バビロンって本当に古代文明とか宇宙とかとも絡む、うんソニックシリーズでも随一の壮大な歴史を背負わされている一族なんですね。はいはいはこんな一族はいません他に、い。うん。ナックルズやシャドウよりも下手したらスケールのでかいうん。設定を背負っているキャラクターたちなんですね。はいはいはでもジェットはもうそれを変に意識してないように見えます。い。うん。まあ、祖先の思いとか歴史に縛られたりあんましないんですよ。うんうんまあ、なんとなくこう祖先に顔向けできないぜみたいなことは言ってるんですけど、うんだからといって絶対バビロンの悲願を達成するんだとか俺がやらなきゃみたいなことはしないんですよ。ああ。もう自分たちの人生を自由に生きるぞうん。という、まあ、こう自分で道を選んでいくわけですよね。うんうん。だからもう真の意味で、まあ、神の翼を持って風使いなのはジェットなんじゃないかとほいうことですよ。う。はい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 。俺こそが自由だとうん。いうことをその身で示すジェット。おー。それが分かってるから、まあ、ソニックとジェットは、まあお互いをライバルとして認めてるし負けたくねえとうん。思ってるんじゃないかなと思います。なるほどね。はい以上バビロン盗賊団の解説でした。うわ、いただきました。ありがとうございます。なるほどな。はいということでねまあまあなかなかと語らせていただきましたけど、うん。まあ、ちょっとバビロン盗賊団っていうのはキャラクター一人一人個々で解説するっていう方法もあったんですけど、うん。ちょっとねその作品数が限られているしやっぱり3人同時に出てくることしかないので、はいはい。まあ、ちょっとまとめて解説した方がいいだろうと思って、うんまあ、こういう形にしたんですがなるほど。めちゃめちゃ長くなっちゃいましたそうね、キャラ解説も3人分プラスストーリーみたいな話でしたもんね。ちょっととんでもないことになってしまったんですけれども、うん。まあまあ当時からねもう本当にファン人気が高くてですねあー再登場で、まあお帰りってもうみんな大喜びしてたわけですよ、うん私もそうでした、うん。まあただ最近シリーズにね入ってきた方なんかはもう正直どちら様っていう状態であー15年ご無沙汰してたわけですからそういうことですよねということ。で、まあ、結構この温度差があったなとはいはいはい。勝手に感じてました、うん。まあ、今回の動画を通してねどんな魅力や面白さがあるのか、まあ、個人的見解も含めてたっぷり解説させていただきましたが、うんまあ、面白いなと思ってもらえれば幸いです、うん、まあ難しいところも多かったですけど、まあなんといってもその3人キャラを紹介してもらってからのストーリーだったんで、まあそのおかげでかなり一気通貫で分かったかなっていう感じもしますし、うん今後
バビロンが登場する作品もすごい楽しみだなと思ってます。いやー、ありがたいですね。バビロンに興味が湧いた、もっと知りたい方におすすめのコンテンツも紹介しておきます。はい。もちろんソニックライダーズシリーズですね。ソニックライダーズ初代で続編のシューティングスターストーリー、あとは一応フリーライダーズという作品もあります。これらが、おすすめなんですが、正直現在プレイ難易度が高いです。移植されてないんですね。なので実機でやるしかないのでかなり難しくなっていると思いますが、機会があればやってみてほしいです。間違いないのはソニックレーシングクロスワールドを買うと。新作ね。ということですね。もう大活躍するでしょう。確かに。あとはコミック版ですね。IDW コミックの方でも出番が結構ありますので、気になる方はぜひチェックしてほしいです。でまだまだ日本語訳がされてないんですけれども、そうなんだ。彼らが大活躍するエピソードがこの先待ってますので、それは楽しみに待っててください。なるほど。めちゃめちゃおすすめのストーリーになってます。というわけで、今回の動画はここまで。この動画がいいと思った方は高評価、チャンネル登録もお願いします。また、動画収録直後の感想や制作裏話などを話すアフタートーク動画はメンバー限定で公開しています。そちらでしか話さない考察なんかもあります。今回もめちゃめちゃ考察語るはずです。楽しみ。興味のある方はぜひメンバー登録もご検討ください。お願いします。それでは、ご挨拶お願いします。はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。次回もよろしく。